はーい。たくみさん。今日は AI で楽ちんになったショートアニメ制作について解説しちゃいますよ。朝からはいですね、カズハさん。AI でショートアニメですか。ほんの3ヶ月前まで AI は10秒が関の山だったのに長くなったんですね。そうなんですよ。難しいツールを覚えなくても AI の生成動画をチョキベタで作れるんです。これを見たらもういちいち手でアニメーションなんて作ってられません。アニメーション専用の制作ツールを使わずともここまでできるんですか。背景のすり替えとか、口パクだけ後から上書きとかもバッチリです。でもアニメの制作は5秒、10秒の動画生成ほど簡単じゃないですよね。同じくらい簡単ですよ。例えば、この私たちの会話シーン。3枚の画像から15分で完成しました。これがたった15分で完成ですか。どういう AI で作るんですか。いろいろありますけど、どれも機能や使い方は似てますから、いくつかで覚えたら他のもいけます。昔みたいに一貫性がない継ぎはぎだらけのアニメにならないんですか。同じ背景を出し続けるとか、長いアニメーションは無理ですけど、ショートクリップならプロンプトと切り張りだけで作れますし、キャラクターの作画崩壊はだいぶ減りました。なるほど。こうなると直接アニメを作る方がタチエやアバターを合成よりも楽ですね。リップシンクがうまくいかないわ。リップシンク、口パクのことですね。そうなんです。手作業でアニメーションを作り込む手間が省けるからお手軽なんです。画像生成、動画生成、動画編集。中学生でも使えますね。背景、モーション、口パクは AI 任せ。Hi there. I was wondering if you could help me with something. 出てきた動画を並べるだけなんです。絵合わせパズル並みに簡単ですね。というわけで今日は代表的な生成 AI と動画編集ツールでショートアニメを作るコツとかを解説します。初心者の私でもショートアニメ制作ができるようになるということですね。まず初心者さんにおすすめの安価で評判も良い生成 AI とツールをいくつかおさらいしましょう。どういうものがあるんでしょうか。まずは生成 AI。私は Google Whisk を使ってます。最近大学生の学割キャンペーンがあったから飛びついちゃいました。カズハさんは放送大学のメアドで申し込んだんですね。無料版は毎月100クレジット相当。有料版は毎月1000クレジットです。それでアニメが作れる？無料版だと8秒の動画をたかだか5本しか作れませんから。有料版じゃないとアニメは厳しいです。ちなみに有料だとおいくら万円ですか？学割ありならプロが1年間は無料。なしだと3万5千円ですね。学割は個人の赤のまま学校のメアドで申し込めば OK です。学校の Google 赤はいらないんですね。そして動画編集ツール。私はパワーディレクターを使ってます。有料版だといろいろ AI が使えて口パクを生成したりもできます。AI も使えて年額7000円。お得ですね。動画を並べるだけだったら無料の動画編集ツールでも OK です。ほとんど機能に違いはないですね。はい、全部同じです。一人で制作するだけなら Adobe とか別にいらないです。
プロだと軒並みアドビですけど、いささか高い気がしますね。そうなんです。学生、教職員プランもあるんですけど、1年で34,000円なんですよ。それで AI もちょっと使えて、お財布に優しいパワーディレクターなんですね。これから初めて使うとして何か注意点はあるんでしょうか？そうですね。アニメ制作の専用ツールは使わないので、動画編集で小技を使います。動画編集で小技ですか？ Okay. アニメ制作の専用ツールなら動画に書き出す前に何でも編集できますけど、今回は動画を並べるだけですからね。背景やキャラクター配置、カメラ、モーション調整、編集、レンダリング、これを生成 AI と動画編集でやります。何時間もキー打ち、もう嫌ですよね。手作りでアニメーション制作するといちいち手間がかかります。長い本格派アニメだったら仕方ないですけど、ショートではいらないです。専門用語やスキル習得も難しいです。動画編集もいろいろやるとハマりますから、並べる、切る伸ばす、逆再生で十分です。それだけだったらどんな動画編集ツールでも使えそうですね。そんなわけで動画編集は中学生レベルの小技でしのぐんです。その材料になる動画も生成 AI だけで作るんですよ。ショートアニメは一体どのような組み合わせでできているんでしょうか？普通の動画とほとんど同じですよ。動画のクリップと静止画のカット素材。それを集めて並べているだけです。素材を生成 AI で全て用意するだけです。素材はすべて生成 AI ですか？出来上がったアニメの9割方は動画のクリップですね。動きがない場面とか回想シーンや感情表現では静止画も使います。まるっきり同じですね。ストック動画や画像の代わりに AI 生成を使うだけですね。どんな動画のクリップが欲しいのか、プロンプトや設定とかで指示をすると、動画生成 AI がそれを解釈して、よしなにクリップを生成してくれるんです。この動画生成 AI は先日教えてもらった動画生成 AI のフローですね。動画生成 AI も高品質なアニメ制作を目指して進化しているんですよ。ただ今時点では動画を並べ替えたり編集したりするのは難しいです。アニメーションだとキャラクターやシーンの整合性が問われますよね。はい、その通りです。半年前から映像生成の一貫性が高まってやっと実用レベルになりました。最初に AI に共通のキャラクター、シーンを伝えておくわけですね。スタイルは固定ですけど、キャラクター、背景はシーンごとに指定し直します。この指定では、アニメ全体の設定資料的に参考画像を用意して指定したわけですね。動画生成に使う参考画像も、今や画像生成で一貫性を保って生成できます。一貫性の高い画像生成と動画生成。これでアニメが作れるんですね。出てくる映像に違いはありますけど、他の生成 AI でも同じことができます。要件は同じですから、すべての AI に実装されるのは時間の問題ですね。動画編集ツールとの境界線もなくなって AI がどんどん組み込まれてます。使い慣れたツールに組み込みでしたら、動画編集スキルは活かせますね。VFX でも難しいようなシーンでも気軽に作れますよ。フリップは使い回しますから、素材集にまとめておくと楽ちんです。プロンプトをコメントに記録しておけば、簡単に検索で探せますしね。
日本語だと全角255文字も入りますし、別々に管理して忘れるよりはマシです。仕組みはわかりましたが、実際に動画の素材を生成する際に一番重要なのは何でしょうか？それはズバリ、プロンプトです。AI に与える指示のことですね。何かコツがあるんですか？単発の動画はその中で完結ですけど、アニメは動画をつなぎますから。動画の終わりと出だしのコマをきちんと合わせるのがポイントです。なるほど。動画を並べた時にコマが飛ばないように接合部分を合わせるわけですね。コマが飛んでいても、飛んだ間を埋める動画を生成すればいいんですけど、最初から気をつけておく方がいいです。飛びすぎると強引に切り替えられます。つなぐ時に困らないよう工夫をする必要があるんですね。そこで重要になってくるのがプロンプトエンジニアリング。入力するプロンプトを工夫したり改良したりすることです。毎度おなじみプロンプトエンジニアリングですか？まあ、動画生成 AI と同じですね。単発の動画の場合だと、その動画のプロンプトだけで品質が決まりますけど、アニメの場合は尺の切れ目のコマが前後の動画の品質を左右するんです。関連的にはわかりますが、具体例とか理由を挙げてもらえますか？そうですね。例えば、たくみさんがソファーで昼寝するこのシーン。この後、どうなると思います？いつの間にこんな動画を？まあ、そのうち起き上がりますよね。これの続きを動画生成 AI で作るとこうなっちゃいます。あ、私がヨーロピアンになりました。これは違和感ありますね。顔に本がかぶさっていたから AI が顔を適当に考えて生成したんです。使う AI や作り方にもよりますけど、 AI や作り方にもよる？例えば顔の参考画像をいつも指定しておける AI もあります。なるほど。これなら前後の動画に顔の情報がなくても大丈夫ですね。でもそういう指定ができない場合もありますから、切れ目は大事なんです。本をかぶせた後、また持ち上げるとか、かぶせるのを別の動画にするとかですね。はい。顔が見えてるコマを切り出して、そこから生成でリカバリはできますよ。途中のコマから生成でリカバリー？動画編集で顔が見えるところまで逆再生でつなげれば理科バレますよね。なるほど。ここで動画編集を挟むと。でもなしで済むならそれが一番です。もっと確実にやりたいときは、出だしと終わりの映像を前後の動画から切り出して指定すると良いです。それで思い出しました。以前、カッターでフィルムを切る動画を作った時は、異常になった部分は捨てて、続きの動画を生成しましたね。やり方はいろいろありますけど、とにかく写りの良いコマを切れ目にしてください。切れ目のコマを気にする以外に、工夫すべきことはありますか？尺が十分ならループにしておくとか、映像に文字は入れないなどもあります。工夫しないとどうなるんですか？左右反転ができなくなったり、間の動画を作らないとつなげなくなったり、使い回しがやりづらくなりますね。考え方は分かりましたが、具体的にはどのように素材を揃えるんでしょう？結構作るシーンによってコツは違いますね。というと？キャラクターがただ会話するだけのシーンとかは簡単ですけど、動き回ったりするシーンとか視点が変わると難しいんです。簡単なシーンで教えてください。それじゃあ、私が先週末に1000クレジット針金はたいて作ったシーンで説明しますね。私たちの会話シーンがこんなにたくさん。この会話シーンは早速今回の解説動画でも使い回してます。なんだかめたい展開ですね。Okay.
過去の解説動画では私たち毎回キャラ変してましたけど、今回は一定です。ちょっとやってみてください。まずキャラ画像と背景を登録します。どういう場面にするのか指示します。そしてポチ1。動画の出だしの画像ができました。画像生成は Whisk の方が便利です。ダウンロードしてジェミニに写真を追加。動きを指示してもう一丁ポチ2。はい、完成。あっちょんぶりけ。どうしました、たくみさん？信じられないほど効率的ですね。一見、万能の魔法の杖に見えますが、所詮8秒の動画ですよね。そうですね。続きを作らないとショートアニメとは言えませんね。どうすれば？こちらが私が昨日5分で作った一つ目の動画クリップとなります。私がセクハラ社員みたいじゃないですか。ちょっと寄りすぎなんですよ。これだと PTA からクレームですね。当たり障りのない絵面にしてください。 PTA？ でも動画の切れ目としては良好ですから、このまま続きを作れます。この動画の最後のフレームを動画編集ソフトで切り出しますね。この画像を開始フレームに指定して、また動画生成をするんですね。Whisk でも作れますけど、ジェミニなら1日3回まで無料です。クレジット温存ですか？せこいですけど。他の無料な AI でも大丈夫ですよ。どんな塩梅になりましたか？動画編集ソフトに2つ並べて再生したらこうなりました。まあ、10分にしては上出来です。何ですか、その上から目線？私はまだ許してませんからね。なんの？この動画の最後のフレームを切り出して。このクリップでどうだ？投資で再生してみてください。I can't believe he actually did that. あ、何かうまいことごまかされました。たくみさんのセクハラ疑惑。これで24秒の健全なショートアニメができたわけですね。私が先週末に作ったやつと一緒にまとめておきますね。整理しておけば使い回しも簡単です。同じ時間に動画が被ってますね。はい。途中から枝分かれしたシーンです。こういうのも一緒にまとめておきます。健全バージョンも作ってあったんですね。はい。さっきは運が悪かったですね。普段の行いが悪いんじゃないですか。しかしこれ、週末だけで42本も動画クリップができてたんですね。Whisk は39回分あったんですけど、残ったのは端数の10クレジットだけでした。Sigh. でもアニメーション専用ツールよりも10倍早く作れたと思います。最後に、いろいろツールや課題もある中、ショートアニメ制作を気軽に楽しむためのアドバイスがあればお願いします。まずは、これまで使い回していた画像とか動画のクオリティアップで練習するのがおすすめです。今まで使ってきた素材なら、プロンプトや参照画像も使えますし、何がどこまでできるようになったのか評価もしやすいですね。まだ未熟ですけど、脚本を与えたら、シーン、ショット、カットを分けて長いアニメを生成する AI もあります。そういうもので仮組みしてから修正、肉付けするやり方もありますね。ちょうどスライド生成 AI みたいに。
アニメーションの使い道に合わせて使い回していくのか、新たに作るのか、使い分けられるレベルになれば、普段使いには十分だと思います。私もない知恵を絞り、ない袖を振って、AI アニメ、始めてみようと思います。